中央アジアと日本の聖書予言について今日は皆さんにお話したいと思います。週末の地図に刻まれたシルクロードについてですね。前回この地図でいうとここですね。ここを解説しました。で、この大きく弧を描いてですね、この中央アジアまでこの弓のようなですね弧を描いている地域があるんだとですね。それが今日ですねお話しするこの中央アジアの国々ですね。カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、トルキメニスタン、タジキスタンですね。この5カ国ですね。去年の12月にですね、何度もお話したように日本でですね CAJD、日本が中心となってこの中央アジアの国々と、経済的にもですね政治的にもまた軍事的にもですね協力していこうという、そのような会議が去年の12月20日にですね東京で開かれたんですね。高市首相の主導のもとにこの5カ国のですね首脳が集まって会談を開いたというお話、これについてですね今日皆さんにお分かちしたいと思います。まずですねこの地域はですね中央アジアのこの中核を担っている国なんですね。ほとんどがイスラム教の国です。まず簡単にですねご説明すると、この一番大きな地域、もうロシアに面したですね大きな地域がカザフスタン。これはスキタイ人という民族が中心にいます。このスキタイ人という聖書にですね何回か出てきていて、例えばコロサイ人への手紙の3章11節を見ると、そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人もスキタイ人も奴隷も自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのですというですね、このスキタイ人ですね出てきます。これが現在のカザフスタンの人たちにあたります。カザフスタンですね。次ウズベキスタンですね。このウズベキスタンはバクトリア人、ソグディアナ人という、人種でいうとですねそういう人たちが中心となっています。これは列王記にですね出てくるんですが、東方の諸国民というふうに訳されていますが、このウズベキスタンの人たちのことですね。タジキスタンですね。このタジキスタン、これはもう同じバクトリア系の人たちですね。これは実はペルシャ帝国アレキサンダー大王がですね世界を統一したんですけれど、アレキサンダーっていうのはですねこのマケドニアの王子だったんですね。で彼はですねもうギリシャを支配して、ギリシャ帝国を作ってペルシャ帝国を作っていくんですが、ギリシャを治めて、ギリシャ語を世界共通語にしてですね、そして彼はなんとこのトルコを越えてですねインドまで出ていくんですね。インドまで出て行って、そして彼が支配したのはですねこのインドの東側にあるウズベキスタン、ここまで彼が支配していった。で次はですねキルギスですね。キルギスはこれ東の果てって書かれてあるんですけれど、イザヤ書の41章のですね5節に出てくる、これはおそらくキルギスの人たちのことを言ってるんじゃないかなと、私が思ってるんですが、あとトルキメニスタンですね。ここ、トルキメニスタンとカザフスタンがこの2つの国がカスピ海に面している国です。ですからウズベキスタンもすごく重要なんですけれど、どちらかというとですねこのカザフスタン、トルキメニスタンというのが、経済的にはですねすごく重要な国になってきます。これはですねパルテア人という人たちとホラサン人ですね。パルテア人に関してはですねこの使徒の働きの2章にですねペンテコステの日に
都登りしていた人たちの中にこのパルテア人って出てきますね。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいるって言ってですね、この日にですね、たくさんの世界中にデアスポラしていた、知らされていた人たちですね、ユダヤ系の人たちが都登りしていたことが分かりますね。このパルテア人がトルキメニスタン人の先祖にあたります。ペンテコステの日ですね、パルテア人、メディア人、エラム人っていうのがですね、明記されているっていうのは、これは現在のですね、これイラン、このエラム人がいたわけですね。このペルシャ湾岸沿いにエラム人がいます。で、今でもリバイバルというのはこのフーゼスタン州ですね、ここで起こってるわけです、中心にですね。でもこのリバイバル、2000年前のですね、ペンテコステのリバイバルの波というのはこのエルサレムからですね、イランに飛び火し、そしてトルキメニスタンまでこれ中央アジアまで広がっていたということが分かるんですね。ですからなんかパウロたちがこの小アジアを通ってですね、トルコを通ってこの小アジアと呼ばれるこの地域ですね、イレリコと呼ばれるこのセルビアの方までですね、コソボやセルビアの方まで占拠していたとね、そしてアテネやですね、このギリシャの方、そしてローマまで、そしてスペインですね、このイスパニアまで宣教のこの西の方にね向いていたということが分かるんですが、実はもう2000年前にですね、この宣教というのは東の方まで行ってたんですね。ここまで来てたんです、福音がペンテコステの日以降ですね。そういうことが分かります。エゼキエルの38章のゴグ連合とのですね関係について見ていきたいと思います。エゼキエルの38章を見るとですね、人の子よ、メシェクとトバルの大首長、大首長というのはロシュというヘブライ語ですね。ロシュ、現在のロシアにあたります。ロシュ、大首長とですね訳され、トバルの大首長と訳されているんですが、これがロシュっていうですね頭のことです。マゴグの地のゴグに顔を向け彼に予言せよ。このロシュと、原文で言うとですね、メシェクとトバルのロシュ、マゴグの地のゴグという国と人がですね登場するわけです。これがですね後に5節を見るとペルシャですね、これがイランのことですよね。現在のイランのことです。そしてクシュっていうのがエチオピアのことですね。そしてプテ、また6節を見るとゴメル、ペテトガルマという国が出てくるんですが、これらの国々はですね総じてトルコ系の人たち、あるいはリュリュク系の民族であると言われています。で、去年のですね12月に東京首脳会議がですね、カジャットの会議が行われた時に来たですねうちの4カ国ですね、カザフ、キルギス、トルクメニスタン、ウズベキスタンの先祖ですね、ルーツに相当すると言われています。で、これは非常に重要なことですね。実はこれは中央アジアがですね今、どちらに傾くかということが、こちらがですね今中国がですねこの中央アジアをですね一帯一路をもって実効支配しようとしてるんですね。しています今も。で、あとは北はですねロシアがやっぱりもともとここを全部ですね旧ソ連邦だったんです。カザフスタンまで全部ここまでですね。ソ連邦の解体以降ですね、特に1979年にアフガンで戦争がありましたね。ソ連がアフガン侵攻しました。その時からですね、アメリカがこのバックアップしてですね、そしてロシアと戦ったわけです。ロシアは撤退していくんですけれど、その辺からどんどんとですね中央アジアの国がソ連離れしていって、ロシアの解体とともにみんな独立するわけですね。でもいまだに影響力が強いわけです、ロシアのですね。で、その後ですね90年代に入ってですね、民族紛争の時代になります。この地域がですね中国につくかロシアにつくか、どういう立ち位置に立つかっていうことによって世界が大きく変わっていくんだ
っていう話をですね、週末のこの地域がこの中国とともにロシアとともにですね、このイスラエルに攻めていくっていうふうな予言として取ることもできます。ハルマゲドンの戦いの時ですね、この地域からチグリス・ユーフラテス川沿いからですね、2億の大軍がこのハルマゲドンにやってくる。これがもしかしたらですね、こういうふうな地域も全部含まれていくかもしれませんので、私たちはそうならないように祈らないといけないわけですね。そのためにですね、非常に重要なのが今この去年の12月の会議でカジャットで何が話し合われたかというと、中国がですね一帯一路でアジアンハイウェイを通しているのに対抗して、日本はこのカスピ海ルートっていうのを作ろうっていうことを話し合ったんですね。でカスピ海ルートっていうのはですね、カザフスタンを通って、そしてアゼルバイジャン、そしてトルコを通ってヨーロッパに行くという、要するにこの中国やロシアを迂回して通らないですね、カザフスタンやトルクメニスタンを通ってこのカスピ海を通ってサプライチェーンですねをしていく、物資をですねこの輸送していく、そういうルートを取っていこうという話を、そういう条約までいかないんですが約束をしたんですね。いい感じになってるわけです。ですからこれですね、黙示録の16章の12節を見るとお読みします。第6の御使いが鉢の中身を大河ユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇る方から来る王たちの道を備えることになったというふうにですね書かれているように、日の昇る方から来る王たちの道っていうのがまさにですね、この日の昇る方って言ったらですね、日本なんですね、メインは。ただ日の昇る方ですから、この韓国もですね、北朝鮮も中国もですね、台湾もですね、この東の方、イスラエルから見て日の昇る方、この地域が全部東アジアですね、東南アジアですね、そして中央アジアですね、これらの国々が全部入っているわけです。この東の王たちのための道の準備が一帯一路なのかね、それともこのカスピ海ルートなのかっていうことによって大きくイエス様をお迎えする道備えが変わってくるわけですね。それについて日本の予言的な使命をですね見ていきたいんですが、日本はですね何といってもこの島々にですねで構成されている海に囲まれたこの国ですよね。これが私が何度も言っているイザヤ書の24章の15節の予言だと思うんです。それゆえ東の国々で主をあがめよ、西の島々でイスラエルの神主の皆をと、これがちょっと翻訳的にですねヘブライ語で言うと東の国々というのが光のあるところっていうのがですね直訳です。要するに日ずる国のことですね。日ずる国ってじゃなくて国々って書いてますから、日本だけじゃなくてですね、これはやっぱり極東アジア全体のことを言っていると思うんですよ。ですからこれは韓国、もちろん韓国も含まれるし、朝鮮半島ですね、台湾もそうでしょ、地理的に見るとですね。そしてこれ見るとフィリピンも相当そうですよね。いやむしろ島々からなる海に囲まれた国ってなんかフィリピンの方がそうなんじゃないかなと思うぐらいね。だからむしろこっちの方がリバイバルしているので、もしかしたらこのイザヤ書の24章のね15節ってフィリピンのことなのかもしれないなとですね。日本はもういつまでたってもリバイバルしないのでですね、もしかしたらっていうことですけどね。で西の島々でイスラエルの神主の皆をという西の島々というのはですね、この海の囲まれた海の島々って書いてるんですよ、原文で。ですから別々の東と西という国ではなくて、これは日ずる国の海の島々で構成、海の中にあるですね島々で構成されている国っていうことを意味しているわけですよね。そこでイスラエルの神主の皆を崇めるようになるんだっていうんですよね。それ私はですねYouTube でもちょっと撮っているんですけれど、この終わりの時代にですね、このフィリピンとこの日本とですね
台湾もですね含めて韓国とですね、一緒になって一つになってイスラエルの神を崇める礼拝する時代、賛美する時代が、イザヤの予言通りにですね、まさに来ていると思うんですよね。でその時にこのシーレーンと呼ばれるですね、この中国が今海上ルートでですね、一帯一路の海上ルートを作ってますよね。それに対抗できるですね、神の国のルートがこの礼拝によって開かれていくんじゃないかと思うんですよ。見てください。南シナ海、南シナ海、ここを中国が今実効支配しているわけですね。で、東シナ海ですね、台湾と。ここは非常に重要な地なんですよね。これらの国にとってですね。日本にとって特にそうです。韓国にとっても同じように重要なんですよ。で、フィリピンも今もう一番大変な状態になっています。フィリピンが。もう経済的にも貧しいですしですね。もう上書きがすごいんですね。だからリバイバルが起きると思うんですけれど、42章をちょっと見てみましょう。42章の4節ですね。これしもべの歌のですね、非常に有名なしもべの歌なんですが、その中でこの4節を見るとですね、このように書いています。衰えずくじけることはなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望むとね、書かれています。これ原文で読むとですね、島々よ私に望みを置けって書いてるんですね。ですからこの言葉を聞くとですね、やっぱりこれイスラエルだけではなくてね、もちろんこれくすぶる刀身やですね、傷んだ足やくすぶる刀身ってイスラエルのことなんですよ。傷んだ足っていうんですね。くすぶる刀身ってピシュタハって言うんですよね。これってもう全部イスラエルを表すことで、イスラエルに対する予言であると同時に異邦人に関してもですね予言されていて、特に東の島々の国々に対して私に望みを置けっていうふうに予言されているわけです。さらにですね、最後の66章を見ると19節と読んでますね。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわちタルシュシュ、プル、弓を引く者、ルデ、トバル、ヤワン、そして私の噂を聞いたことも、私の栄光を見たこともない遠い島々に、彼らは私の栄光を諸国のために告げ知らせる。とですね、書かれているように、これらのですね、東の島々の海の果ての地というのは、伝統的にですね、日本だ、伝統的にというか私の中でですね日本だというふうに思ってきたんですが、今回ですね、やっぱりこの特にね、去年の12月の中央アジアですね、カジャットの会議を見て、そしてそこで決議されたことをですね見てみると、まさにこれもうすでにですねそういう役割をですねもう果たしている、これらの国々がですねもう果たし始めていると思うんですね。フィリピンともですね、今年の1月に入って、茂木外務大臣がですね、このフィリピンに行って、安全保障条約のようなものを結んできました。で、経済的にも軍事的にもですね、その協力し合っていこうというふうにして、どちらかというと日本がこのフィリピンを助けるという形で、今そういう体制になってるんですね。要するに単なる経済協力だけではなくてですね、教会がですね、霊的なこの礼拝を通してイエス様をお迎えしていく、道備えをしていく、そしてバックトゥジェルサレムのですねこの道をこの中央アジアの国々と協力し合って、 ASEAN とですね中央アジアの国々と協力し合ってこのバックトゥジェルサレムの道を切り開いていくっていうですね、終わりの時代にそういう時代波が来ているなっていうことを感じているわけです。しかしですね、サタンもこの黙示録を見るとですね、13章のですね、13章の16節を見ると、また獣はすべてのものに、すなわち小さいものにも大きいものにも、富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは左に刻印を受けさせたと書かれています。これはやっぱり獣の方ですね、反キリストの支配する経済体制が完成しようとしてるわけですね。
でも完成する前に私たちの日本のっていう国が中心となってこの中央アジアの国々と今ですね実際に3兆円規模の協力の枠組みができたんです。それは鉱物資源ですね、ウランやレアメタルですね、それから天然ガスといった地下資源もそうですしエネルギーですね、そして安全保障の面においてもこの協議がされたんです。そしてそういう方向で進めていこうと、協力していく方向で進めていこうというふうにですね話し合いがなされているんです。これは終末のですね神様の側とこの獣の側、バビロンの側とのこの覇権の争いであるというふうに私は見ているわけです。このカジャットのですね会議の中で最も言われていたのはこの経済的なことやですね、ということ以上にですね人づくりをやっていこうと。JDS っていうですね奨学金を作りましょうと。それでこの人材育成ですね。要するにこの地域に特にこの科学の領域であるいは医療の領域であるいは経済人としてのですね領域で教育する機関が少ないんですよね。ですからそれを日本が全面的に支援していきましょうと。それがイザヤ書のですね44章のお読みします。私は潤いのない地に水を注ぎ乾いたところに豊かな流れを注ぎ私の霊をあなたの子孫に私の祝福をあなたの末裔に注ぐって言ってですね、これも次世代に対する油注ぎですよね。このようなですね次世代若者を育て、そしてこの日本語も教えてですね、そして日本の文化や技術を通して国々に仕えていくっていう人づくりがですねしているところです。これをですねまとめて言うと、これ創世記10章のですねに出てくる民なんですね。ちょっと聖書を見てみましょう。これは世界の国々のですねセムヤペテハムのですね子供たちのこの系図が並んでいますけれど、このうちですねこのヤフェテの子たちゴメルですね、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、テラス、これがですね主にこの中央アジアのゴメル、トガルマ、トバルですね、それからゴメルの子たちのトガルマ、ゴメル、トガルマですね、これらの人々がこの中央アジアを構成しているわけですね。ペンテコステ以降ですね福音がですねシルクロードを通って中央アジアまで来ていたという、お話をしましたが、これがゴグの連合を形成していた。そして古くは創世記からこれらの国々が書かれているわけです。そして最後にはこのハルマゲドンですね、ハルメゲドンに向かって終わりの時代行くということですね。このカスピ海ルートについてですねちょっとだけ話すとですね、このアクタウというところですね、ここカザフスタンのですね領地なんです、アクタウで、アクタウとですねそれからここですねバクー、アクタウからバクーに具体的にカスピ海ルートっていうのが開かれてるんです。それでここの覇権争いをですね今中国としているということです。どっちがにつくかね、後でやりますが、今度はここですね、ここをロシアがですねセバストポリまで全部侵攻しましたよね。そして今はウクライナに侵攻しているわけです。ですからこの世界地図を見るとですねすごく離れているように見えるんですけど、めちゃくちゃ近いんですよね。この地域見てください。これもうね、なんか日本ちっちゃいって言うけどね、結構大きいんですよ日本って。見てください、領土が。でこれ日本を当てはめたらもうここ日本入りますよね。ウクライナ、ロシアとですねウクライナとカザフスタンっていうのはこれもうなんか距離的に言うとですねすごく近いんです。車で行ったらですね3時間とか4時間で行けちゃうんですよね、この地域。ですからすごく緊張感があるわけです今この地域っていうのは。日本はもう平和ボケしていてですね
なんかわーんとみんな生きてますけれどもでも、この地域の人たちはですね非常に今緊張感を持って生きているということをですね皆さん知っていただきたいんです。ですので、今シルクロードはですね目覚め始めています。そして東の島々ですね、日本をはじめ、韓国、そしてフィリピンですね、台湾、特にフィリピンのことを皆さん覚えてですね祈ってください。地政学的にですね非常にこの地域は重要です。この地域ですね。そして今日のメインはこの東アジアの5カ国の中央アジアの5カ国の国です。ここを舞台に、日本はですね中国とロシアと非常に重要なシーズンに入っているということをですね皆さんにお伝えしたくて今日の話をしました。ぜひ皆さん祈りに覚えてですねください。